こんにちは、リサです。突然ですが、タイ BL を楽しむためのツールとして語学力というのは結構重要ですよね。今回は英語とタイ語について私の個人的な勉強法をご紹介したいと思います。まず最初にお断りしておきたいんですが、私は英語もタイ語もネイティブではありません。日本生まれ日本育ちで、現在も日常的には日本語しか使わない環境にいます。英語については、ずっと普通の公立の学校で、教育を受けてきただけなんですが、大学と大学院では自分の専門分野の必要に迫られて、それなりの数の英語の文献を読んできました。なので、語学力の4つの要素、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングのうち、特にリーディングについては、今でもそれなりにあるのかなというような状況です。一方で、タイ語の方なんですが、こちらはですね、2020年の春にタイ BL にハマったことをきっかけに、その年の夏ぐらいから本格的に勉強を始めました。なので勉強歴は、まだ約1年ぐらいですね。で、現在は本当にごく簡単な単語を聞き取れるようになってきたかなっていうくらいのタイ語力です。なのでタイ語の勉強方法自体、私もまだまだ試行錯誤中です。私のやり方が正しいとか、最短ルートというわけではありませんが、それでも結構ですね、1年間楽しく勉強を続けているので、これまでと、今どんな風に勉強しているのかというのを皆さんにご紹介できればと思います。まず英語についてですが、いわゆるネイティブではない人の英語力のレベルっていうのは、本当に人によって様々だと思うんですよね。先ほども言った通り、便宜上リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングっていうのがありますが、全てバランスよくできる方もいれば、私のようにリーディングは得意なんだけどスピーキングは苦手っていう感じで、パラメータにばらつきがある人も結構いると思います。もともと英語が苦手だったっていう人も、一応ちゃんと勉強はしたけれど、もうかなり英語から遠ざかってしまって、今ではさっぱりわからないっていうような方もいると思います。ですので、一概にこうすれば、みんなの英語力がアップしますっていうのはなかなか言えないんですが、この動画でお話しするのは、タイ BL を楽しむための英語力ですので、その点に特化すれば何かしら言えるのではないかなと思っています。私の場合はですね、完全に昔取った杵塚で、それがまさかね、こんな形で役に立つとは思っていなかったのですが、タイ BL を楽しむためには、そんなに困らない程度のリーディング力があるわけです。逆に言うとですね、タイ BL を楽しむために必要な英語っていうのは、リーディング特化型でいいっていうことなんですね。もちろんできることならその全てのね能力がアップする方がいいんですけれど、でもとりあえずそのツイッターとかで流れてくる情報だとか、ドラマの英語の字幕を読めればいいですよね、とりあえずは。なので一旦英語を勉強する目的というか目標を、英語のツイートとか字幕がだいたい読めるようにするっていうことに、決めてしまいます。するとですね、実はそのいわゆる昔ながらの日本型の英語教育っていうのがいいわけです。私もずっとこれで勉強してきました。最近はですね、どうやら学校でもコミュニケーション力が重視されているとかで、ちょっとね英語の勉強の仕方が変わってきているみたいなんですが、そういうのはですね、いっそのこと無視していきましょう。私たちはタイ BL の英語字幕を読むことが目標です。大事なのは、文法と単語です。はい、すべては文法と単語。もうここは開き直っていきましょう。
しかもそんなにね、難しい構文だとか専門用語とかはいらないんです。中学生レベルの文法と単語で全然 OK だと思います。中学生レベル、できれば高校生の基礎ぐらいのレベルがあるといいんですけど、でもとりあえず、そういうものをですね、復習していきましょう。今は結構ね、本屋さんとかに行っても学び直し系のその本っていうのがたくさん出ていますよね。英語もそうですし、あとね、歴史とかそういうのが多いかなっていう気がするんですけど、そういう中でですね、自分に合いそうな、英語の参考書っていうのを一冊選んで、しっかりやればある程度 BL ドラマの字幕っていうのは読めるようになると思います。単語についてもその日常的なものを中心に復習すればいいと思うんですが、 BL ドラマでよく使われる語彙っていうのは結構決まっているので、ドラマを見ながら単語を覚えていくっていうのもいいかもしれません。初めのうちは大変なんですけど、徐々にね、よく出てくる単語とかは覚えてしまうので、だんだん慣れていくと思います。ですが本とかね、参考書とかを買って勉強するのはちょっと続かないなっていう方もいると思うんですよね。そういう方におすすめなのが、スマホの、語学学習アプリですね。はい。私はデュオリンゴっていう無料のアプリを愛用しています。このデュオリンゴはですね、すごく基礎的なレベルから結構上級の語彙までカバーしているので、自分のレベルでスタートして、で毎日少しずつ英語を勉強していくことができます。私も今はですね、学生時代のように英語に強制的に触れるっていうことがないので、英語を忘れないようにこのデュオリンゴで毎日何レッスンかやることを日課にしています。もちろん、これ以外にもですね、英語学習系のアプリっていうのはいろいろとありますので、これも自分に合いそうなものを探してみるといいと思います。大体のアプリは無料とかで使えるので、何個か試してみるのがいいですね。はい。で、こういうね、アプリっていうのは本みたいにかさばらないですし、隙間時間にできるので、結構ね、忙しい方にもおすすめかなと思います。次にタイ語についてなんですが、初めに言った通り、私もタイ語を勉強し始めてまだ1年ぐらいの初学者です。なので、まだまだわからないことも多くて、あんまり大層なことは言えないんですが、今現在どんなやり方で勉強しているのかっていうのを紹介することで、多少はですね、同じような状況の方や、これからタイ語を勉強しようとしている方のお役には立つのかなと思っています。まず私の1年間のその学習歴っていうのをご紹介します。本格的に勉強を始めたのは2020年の夏頃です。で、その時最初に買ったタイ語の本は、結構薄めの、旅行者向けの会話とか単語が載っている本でした。イラストが多かったのと、あとタイ文化についての説明が結構詳しかったので、これがいいかなというふうに思って選んだ気がします。ただですね、やっぱり旅行用の語彙とそのドラマに出てくる語彙っていうのは結構違いがあります。あとその本だけではね、発音がどういう感じなのかっていうのがよくわからないっていうのは、ちょっと不満としてはありました。なので、本格的なタイ語学習をしたいなっていうことで、参考書を探したんですけれど、あんまりこうピンとくるものがなくてですね、いろいろ見ていった結果、バンコク在住のダイさんという方がやっているタイスタディっていうサイトにたどり着きました。このタイスタディの URL は、動画の下の概要欄のところに貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。こちらのタイスタディというサイトは、無料でタイ語とかタイ文字についての情報をたくさん載せてくださっています。で、特にタイ文字についての説明とか教材っていうのがすごく充実しています。
なので、私はこちらのサイトでですね、主にタイ文字について勉強しました。でこちらの第3はですね、YouTube もやられていて、タイ語の学習用の動画とか、最近はタイのニュースを毎日配信されているので、合わせてご覧になってみるといいのではないかと思います。タイ語学習の YouTube っていうのはですね、他にも本当にたくさんあるので、これについても自分に合うチャンネルを探してみるのがいいんじゃないかと思います。ほぼ同時期に買った参考書としては、タイ語が面白いほど身につく本というのが、一番使いやすかったですね。基本的な単語とかフレーズっていうのは一通り網羅されています。今でもその単語をねささっと調べるのに、この本をよく使っていますという感じで、約半年間タイ語の、独学をしていたんですが、どうにもですね独学だけだとわからない部分が結構多くなってきました。タイの文字も大体覚えたし、文法もなんとなく理解したのに、そのドラマの中のセリフはですねほとんど聞き取れないままだったんですよね。なんでって感じなんですが、おそらく原因は発音と、あと話し言葉のせいじゃないかなっていうふうに、自分で推測しました。タイ語はですね日本語よりも母音の数がすごく多いですし、成長といって音程の上がり下がりによって、全く違う意味の言葉になってしまうっていう、複雑さもあります。こういうことはですね本で読んでもその理屈はわかるんですけど、実際のところどんな感じなのかっていうのは、非常に分かりづらいんですね。しかもその参考書についている学習用の CD とかを聞いてみても、ドラマで話している言葉とどうやらなんか違うんですよね。例えばそのなんとかニャーとかなんとかワーとかルーイとか、なんかそういう言葉をよく使っている気がするんですけど、そういうのはなかなか本には書いてないんですよ。でこれだとちょっとなんかドラマを見て分かるようになるっていう感じにならないぞと思いまして、2021年の1月から、タイ語教室を受講し始めました。その頃にはですね、タイ BL のブームに乗っかって BL ドラマから学ぶタイ語みたいな感じのコースが、かなりいろいろ出てきていました。で私もそういうね、タイ BL のコースで勉強しています。なんといってもですね、私のそのタイ語を勉強する目的は、ズバリタイ BL を見るためなので、ドンピシャなコースなわけですね。ただ、このご時世なので、対面のクラスではなくて、オンラインのクラスになります。Zoom を使って、週1回、80分タイ語ネイティブの先生に、いろいろと文法とか会話とかを習っています。ドラマのセリフをですね、例にして、このシーンでは実はこんな表現をしていますっていうような感じで、勉強していきますね。私のクラスの先生はもちろんそのタイの BL ドラマも見ていて、その中に出てくる、タイの学生生活のこととか文化のこととかも一緒に教えてくれるので、そういう意味でもすごく面白いです。でドラマを見ていてよく聞き取れなかったセリフとか、その印象的なセリフっていうのを先生にゆっくり発音してもらったり説明してもらうことで、だんだんとですね、ドラマを見ながら単語とかが聞き取れるようになってきました。それで分かってきたんですけれど、やっぱりドラマの中の言葉っていうのは参考書とかに書いてあるきちんとした言葉遣いではなくて、やっぱりかなりの部分がですね、話し言葉なんですね。時にはこうスラングとかあんまりね、推奨されないような言葉遣いっていうのも、出てくるっていうことが分かりました。なのでそのタイ語の会話力というか、聞き取ったりとか自分で話したり
できるようになるまでにはまだまだ時間がかかりそうなんですけど、やっぱりね、語学は基本的にコツコツ続けることが大事だと思っています。で、そのために一番重要なのはやっぱり好きなものを教材として使うっていうことですよね。そうすれば飽きることもないですし、何よりね、自分にとって、やっぱりタイ BL を見るっていうことが目的でもあるので、もうすごく実践的なわけです。なので、しばらくはちょっとこんな感じでね、オンラインのタイ語の教室を中心に、勉強を進めていきたいなと思っています。以上、今回は私の英語とタイ語の勉強法についてご紹介させていただきました。何か少しでも、皆さんの参考になれば幸いです。で、皆さんもですね、ぜひおすすめの勉強法などがあればコメントなどで、教えていただけると嬉しいです。あるいは、この動画に対する質問などがありましたら、それもぜひ、コメントでお寄せください。そんな感じで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。